X ホールの世界からこんにちは、K さんです。この動画では空母への着艦方法を解説します。外国人にも向けた動画なので余計なことは喋りません。おもろい動画みたいにやったらうちのボスの動画見てください。綺麗に着艦するために知っとかなあかんことは、着艦に適切な高度と各航空機の失速域です。着艦に適切な高度は20から10メートル。航空機は高度を下げるときに大きく加速するので、着艦進入中に高度を下げておく必要があります。最終進入で高い位置から急降下すると、急加速して確実に甲板を超過します。しかし、下げすぎると視界が狭まって空母が見えにくくなります。高架加速を抑えるのと視界を確保するという2つの要素を満たせるちょうどいい高度が20から10メートルです。ちなみに甲板の海抜高度は5メートルです。各航空機の操縦席の高さ次第で甲板上での海抜高度が変わるので注意。説明の途中ですが、動画では着艦しましたね。高度がやや高すぎた影響で最終降下で加速しましたが、綺麗に着艦できました。次は速度についてです。航空機の失速域は航空機ごとに違うため、それぞれを把握しておく必要があります。コロニアルの水上偵察機ダイダロスの場合は、時速60ノットを下回ったあたりから失速降下します。失速するとは言っても、尾翼が完全失速して昇降翼が全く効かなくなることはないです。なので、ダイダロスの着艦進入速度は70から60が適切です。ほとんどの航空機はスロットル 25% 付近で着艦に適切な速度域になるので、現在の速度に合わせて調整しましょう。動画では着艦する空母を間違えてかなり斜めからの進入になってますが、低速安定性に優れるダイダロスなので容易に修正できます。次は最終進入のやり方です。最終進入では右クリックして甲板を照準、シフトを押しっぱなしにして照準点への降下をしつつ、スロットルを0にして降下加速を抑制。スペースキーの車輪ブレーキと更新スロットルを使えば急制動できますが、今回は甲板中央まで滑走しているので使ってません。次はコロニアル戦闘機ブラインドシルバーです。ブラインドシルバーは時速90ノットを下回ると失速します。さらにブラインドシルバーの失速は尾翼が完全失速し、昇降翼が全く機能しなくなります。そうなると機種下げができなくなって、勝手に機種が上がり続け、その後加速しなければ主翼失速で墜落します。なので注意して速度管理しましょう。ブラインドシルバーの適正進入速度は時速100から90ノット。うまくいけばこんな短い滑走距離でも止まれます。これは失敗例。減速しすぎて失速した結果、シフト右クリックの急降下を入力しても降下できなくなってます。環境にぶつかったことで甲板に不時着しましたが、危うく飛び越えるところでした。最後は急降下爆撃機ミルミドンです。この機体は尾翼が完全失速しない失速特性です。失速域は時速70ノット以下。適正進入速度は80から70。注意点として、ミルミドンの車輪ブレーキはめっちゃ弱く、後部機重視のエアブレーキなしだと着艦が困難です。翼が損傷すると失速域が上がって高速進入することになるので、必ず後部機重視を乗せましょう。十分に速度を下げればエアブレーキなしでも着艦可能です。以上で動画を終わります。